今回は太陽系のビジュアル担当と言っても過言ではない、美しいリングを持つ土星についてお話ししていくね。私自身、小さい頃宇宙の図鑑で見て一目で虜になったんだよね。みんなはどうかな？土星がどんな惑星なのか、発見の歴史から土星探査について一緒に見ていこうね。太陽系第6惑星、土星。太陽系で木星に次ぐ2番目に大きな惑星で、直径は地球の約9倍、質量は約95倍もあるんだけど、密度は地球の約8分の1。この低い密度の理由は、主に水素とヘリウムという軽いガスでできているから。土星がすっぽり収まるプールがあれば、水に浮かべることができちゃうんだよね。土星はガス惑星だから、表面って定義するのは難しいけど、一般的に土星の表面と呼ばれる大気の最も外側の層の温度は、マイナス185度からマイナス122度。中心核に向かって圧力が高くなるから温度がどんどん上昇し、中心核では約11400度という、非常に高温になると考えられているんだよね。自転周期は地球時間で 10.6 時間とめっちゃ速い。木星に次ぐ速さになってるよ。公転周期は 29.46 年。だいぶ太陽から離れてるから長いよね。リングの秘密。土星の代名詞となっているリングは、ほぼ全てが水の氷で、わずかに塵やその他の物質が混入しているんだって。土星のリングを最初に発見したのは、イタリアの天文学者、ガリレオ・ガリレイ。1610年、自作の望遠鏡で初めて土星を観測し、土星が奇妙な形をしていることに気づいたの。ガリレオ・ガリレイは土星に耳のようなものがついていると表現したんだって。その後1655年、オランダの天文学者、クリスティアーン・ホイヘーズが、より高性能な望遠鏡で土星を観測して、土星のリングが薄く平らな円盤状で、土星本体と接触していないことを確認。そして1675年、イタリアの天文学者、ジョバンニ・カッシーニは、土星のリングが複数の小さなリングとその間の空隙から構成されていることを発見したんだよ。A リングと B リングの間にある幅 4800km の最大の空隙を発見し、これは後にカッシーニの空隙と呼ばれるようになったの。土星のリングの成り立ちは、天文学者の間でもまだ完全には解明されていない謎の一つ。だけどこれまでの研究からいくつかの説が有力視されているんだよね。衛星の破壊説。かつて土星に存在していた氷核を持つ衛星が、隕石の衝突などで破壊され、その破片が土星の周囲に散らばってリングを形成したという説。この説は、リングを構成する粒子の成分が、衛星の成分と似ていることから有力視されているよ。土星形成時の残骸説。土星が形成される際、惑星本体には取り込まれずに残った物質が、土星の重力によって環状に集まったという説。だけどこの説では、リングがなぜここまで長く存在し続けているのかを説明することが難しいという問題点があるんだよね。カイパーベルト天体の衝突説。太陽系外縁部のカイパーベルトから飛来した天体が土星に接近し、潮汐力で破壊されることでリングが形成されたという説。この説は、コンピュータシミュレーションによって支持されているよ。どの説が真実に近いのか、皆さんはどう思いますか？土星のリングは、公転面に対して約27度傾いているから、地球から見た時に開き方が年々変わるの。約15年に一度、地球から見てリングが真横を向く時期があって、この時はリングが約10メートルと非常に薄いために、ほとんど見えなくなるの。これを、和の消失と呼んでいるよ。次に消失するのは2025年だよ。リングのない土星ってかなりレアだよね。だけど実は、ただ見えないだけじゃなくて、本当にリングが消失するんじゃないかって言われているんだよ。探査機ボイジャー2号やカッシーニの観測によって、土星のリングを構成している氷の粒子が、土星本体へ雨のように降り注いでいることが分かったの。最新の研究によると、1億年以内にリングが消えてしまうかもしれないって言われているんだって。あの美しさは永遠ではないんだね。土星の衛星の数は観測技術の進歩に伴って更新されていて、2023年5月時点では146個の衛星が確認されているよ。中でも土星最大の衛星であり、大気の存在が確認されているタイタン、
表面から水蒸気が噴出していて、生命の存在の可能性が注目されているエンケラドゥス、デススターと呼ばれる星の形をしたクレーターを持つ衛星。ミマスが有名なところだよね。これからも増えていく可能性があるし、もっと面白い衛星が見つかるかもしれない。ワクワクしながら待っていたいよね。土星探査。パイオニア11号やボイジャー1号、2号が土星に接近し詳細な画像を送ってきたけど、土星を周回しながら観測を続けた探査機は、土星の神秘を解き明かした旅人と呼ばれている。カシーニ、アメリカ航空宇宙局 NASA と欧州宇宙機関 ESA によって開発され、1997年に打ち上げられた土星探査機、惑星探査機ホイヘースを搭載していて、ホイヘースは土星の衛星タイタンでカッシーニから切り離され着陸し、大気の組成、風速、気温、気圧等を直接観測したんだよ。カッシーニ自身も土星のリングの年齢や成分、構造など、これまで謎とされていた多くのことを明らかにしてきたの。タイタンに液体のメタンの海が存在することや、エンケラドゥスに液体の水の海が存在することを発見したり、土星の新たな衛星を発見したり、他にもたくさんの功績を残したんだよ。土星軌道導入50年を経過した後、燃料が尽きつつあったカッシーニは、2017年に壮絶な最終章を迎えることに、これが、グランドフィナーレ、と呼ばれるミッション。なぜグランドフィナーレが必要だったのかというと、カッシーニの燃料が少なくなると、軌道制御が難しくなり、意図せず土星の衛星に衝突する可能性が高まってくるの。探査機には地球由来の微生物が付着している可能性があるから、特に生命の可能性が指摘されていたエンケラドゥスやタイタンへの汚染を防ぐため、NASA はカッシーニを安全に処分する必要があったんだよね。グランドフィナーレでは、カッシーニを土星のリングと惑体との間に何度も潜り込ませるミッションが実行されて、この間、カッシーニは土星の重力と磁場を詳細に測定し、土星の内部構造や磁場の起源についての貴重なデータを収集できたの。最終的には、カッシーニは土星の大気圏に突入し、燃え尽きることでその生涯を終えたの。この壮絶な最後は、世界中の宇宙ファンを感動させたんだよね。探査機カッシーニの最後は単なるミッションの終了ではなく、人類の宇宙探査における新たな一歩となったよ。カッシーニが収集した膨大なデータは、今後も長年にわたって研究され、土星の謎を解き明かすための重要な手がかりとなるはず。土星の美しさの裏には、まだまだ科学的な謎が隠されているから、今後も研究が進んでいくことに期待。だよね。今回はこれでおしまい。もしこの動画が良かったら、高評価ボタンとチャンネル登録ボタンを押していただけると嬉しいです。皆さんの応援が、私の動画作成のモチベーションになっています。本当にありがとうね。また来てね。